見えてる陸地になります。見えている陸地はアメリカ海軍基地、通称ベースと呼ばれている場所。東京ドームで約50個分の敷地面積の中に約2万人を超えるアメリカ海軍の方、そしてアメリカ海軍関係者が生活をしている場所。中には学校に病院に歯医者さん、映画館など、ないものはお墓と言われているぐらい一つの町として機能している場所になります。そんなアメリカ海軍基地側から本日1隻目となる艦船、右手前方から黒の鉄のクジラと比喩されている日本の潜水艦が横並びで2隻停泊を行っております。先ほど右手側アメリカ海軍基地とご案内しましたが、アメリカ海軍基地の中に日本の潜水艦司令部の一部があるため、右手アメリカ海軍基地側で日本の潜水艦がご覧いただけている様子になります。そして潜水艦についてご案内しておりますと、さらに右手前方からは灰色の艦がている艦船、あちらの灰色の艦船はアメリカ海軍のイージス艦になります。皆さんイージス艦一度は聞いたことある方多いのではないでしょうか。イージス艦、簡単に一言でご紹介しますと、ミサイル攻撃からの防衛に特化した船、レーダーを前後左右合計4カ所に配置する。そしてさてご案内しておりますと、ちょっと右に左に忙しいですが、右手前方からは過去86番と書かれている艦船が徐々に見えてくると思います。海を見分けるポイントについてご案内していきたいと思います。86番、一番背の高い鉄塔部分ご覧ください。鉄塔部分から目線下に落としていただきますと、八角形の野球のホームベースのような亀の甲羅のような板ついてると皆さん見つけられますでしょうか。船体のグレーよりもちょっと白っぽいクリーム色っぽい板がついていると思います。あちらがイージス艦の最大の特徴でありますレーダーになります。このレーダーを前後左右合計4カ所に配置することにより、360度そして24時間365日監視警戒を行っているのがイージス艦。あのように八角形の板をつけている艦船ご覧いただきましたら、日米問わずにイージス艦という種類になりますので、皆さんぜひ覚えておいてください。では86番の影からも83番、69番、そして右手側から多くの艦船ご覧いただけると思いますが、お分かりいただけると思います。ではなぜこれだけ多くのイージス艦をここ横須賀に配備しているのかと言いますと、お気づきの方もいらっしゃると思います。右手前方赤白クレーンが2機ありますが、そこの足元にとても大きな艦船止まっているのを皆さん見つけられますでしょうか。あの艦船を守るためなんです。あちらの艦船はアメリカ海軍の世界最大級の軍艦、空母ジョージ・ワシントンになります。全長というのが約333メートル、こちら東京タワーを横に倒した長さとほぼ同じ。航空機、戦闘機を飛ばす滑走路として使われ、戦闘機や航空機を最大80機ほど搭載することができます。ですが万が一の際に戦う武器や装備といったもの、ジョージ・ワシントンには積んでありません。ですので任務訓練に出る際には、先ほどご紹介したイージス艦数隻とともに任務訓練に出て、イージス艦が空母の代わりに目の役割を行う。そのためここ横須賀には多くのイージス艦が配備されているということになります。ちなみに本クルーズの最中ですが、ジョージ・ワシントンの目の前を横切れる場所、ここ1箇所しかありません。ぜひお席ご移動いただき、ジョージ・ワシントンを写真に収めてみてください。ちなみにジョージ・ワシントンは約1ヶ月ほど前にここ横須賀に戻ってきたばかり。大変珍しい艦船となりますので、ぜひこの位置から写真に収めてみてください。そしてジョージ・ワシントンについてまだまだ喋っていたいところではありますが、お隣の港長浦港まで少し速力を上げて向かっていきたいと思います。まだ右手側にはジョージ・ワシントンいますので、まだまだ撮りたいという方は写真に収めてみてください。そしてこの先ですが、沖合
ひお立ちになられるお客様、足元には十分ご注意ください。また風に飛ばされやすい帽子やお手回り品等の扱いにも十分ご注意ください。そして2階のお客様、寒さは大丈夫でしょうか。寒いと感じるお客様いらっしゃいました。任務訓練に出た潜水艦がもしもトラブルのため浮上できなくなってしまった際に助けることをお仕事としているのがこちらの千代田。そして潜水艦級80メートルと言いますとジャンボジェット機とほぼ同じサイズになりますので、意外と大きいという表現が合うのが潜水艦になります。ちなみに視線、陸上で安全を守っているのが警察、海での安全を守っているのが海上保安庁とお考えください。では皆様にもしもの電話番号をご存知ですか。警察110番18番通報になります。こちら日本人の3割ほどしか知らない電話番号になりますので覚えて帰ってください。そして長浦港で大木の方まで来ましたので、この辺りで一周ぐるっと U ターンをしておりますとできるのが看板号5106番海洋観測艦の湘南。海洋観測艦とは海に関する潮の流れ、塩分濃度、海底の地形など海に潜水艦をご覧いただけた方から上部分に緑色のテントのようなものありますので、ぜひ見つけてみてください。こちらの緑色のテントですが、実は潜水艦の入り口の蓋を隠している様子になります。なぜ隠しているのかと言いますと、潜水艦の入り口の蓋の厚さがバレてしまいますが、この潜水艦はこれぐらいまで潜ることができるといった秘密情報を重要視している潜水艦にとってとても重要なデータがバレてしまうということになります。ですのでこのように潜水艦の入り口の蓋、緑色のテントで囲い、隊員さんが約4時間交代制で見張りを行っているのが潜水艦。そして本日ですが、潜水艦5隻と潜水艦救難艦の千代田一緒のフレームに収めれる日となっておりますので、ぜひ写真に収めてみてください。撮れてますでしょうか。本日この時間とても眩しいですよね。ちょっと眩しいし、言うタイミング遅かったからいい写真撮れなかったよというお客様いらっしゃいましたらご安心ください。横須賀軍港巡り残り本日3便ほど残っておりますので、潜水艦撮るためにもう一度ご乗船お待ちしております。また皆様にはだいぶ驚かれるのですが、明日以降も年中無休で行っておりますので、ぜひご乗船お待ちしております。そんなご案内しておりますと、先ほどご紹介しました荒い堀堀水路を通って横須賀本港に戻っていきたいと思います。こちらご覧ください。右手前方91番は特務艇柱で、海外から来た VIP などをおもてなしする迎賓船。また万が一の際には白の船体に赤十字のマークを書き、病院船ドクターシップとしても活躍することができるのがこちらの柱手。日本には1隻しかいない種類の船になりますので、皆様にご紹介の方させていただきました。見ていただきますと、船体ピラミッドの一部のようなとても特徴のある見た目をしていると思います。このように船体に角度をつけることにより、敵から飛んできたレーダー波をさまざまな場所に散らすことができる。敵のレーダーに映りにくい、専門用語でステルス設計に特化したと言われているのがこちらの最上。そして最上から桟橋挟んでお隣、看板号179番イージス艦のマヤ。こちらのマヤ、よく見ていただきますと八角形の板がついておりますよね。こちらは日本海上自衛隊のイージス艦になります。日本には合計8隻のイージス艦保有していますが、そのうち2隻横須賀配備のイージス艦になります。ありませんでした。それはなぜかと言いますと、近隣諸国のミサイル発射実験の対応に追われているため、なかなか港で停泊をしている姿はご覧いただけませんでした。ですが本日このようにご覧いただけた、なかなかラッキーな日ということになります。護衛艦夕霧、よく見ていただきますと、この形どこかで見たことあるなという方もいらっしゃると思います。行き道でご紹介させていただきました
護衛艦の中で一番古いタイプ天霧と全く同じ形をしている艦船、こちらの夕霧、なんとデビューしてから今年で39年目になる大ベテランな護衛艦。護衛艦の寿命というのが30年から40年と言われておりますので、39年目になるこちらの夕霧、もしかしたらもう間もなく引退してしまうかもしれないということになります。そして夕霧から桟橋挟んで奥隣174番イージス艦の霧島ですので、本日イージス艦横須賀配備のイージス艦霧島とマヤどちらもご覧いただけたということになります。そして霧島からお隣艦番号116番護衛艦照月、こちらの照月もよく見ていただきますご覧いただけると思います。あちらの糸は照月がつけているレーダーになります。実は霧島やマヤなどがつけているレーダーはアメリカが開発したもの、こちらの照月がつけているレーダーは日本が開発したもの、ためがご覧いただけると思います。ちなみに101番の村雨ですが、平成世代に作られた護衛艦となりますので、本日昭和、平成、令和と3世代の護衛艦大当たりといったものもご用意しております。では当選番号の発表をどこで行っているのかといいますと、皆様がチケットを購入していただきました下入りターミナルにて当選番号の発